エンハンスド。この動画では UE5.1 から推奨機能となったエンハンスドインプットの設定をしてキャラクターがジャンプと移動をするところまで解説したいと思います。足場。これからキャラクターを動かすにあたって足場を少し整理したいと思います。サイズ確認用で出したキューブは削除して白いスプライトを選択。キーボードの Alt キーを押しながら矢印をドラッグしてスプライトを複製します。選択して矢印がない場合はビューポート右上の十字の矢印を選択するか、キーボードの W を押すと移動モードに切り替わります。ここの4つのアイコンは選択、移動、回転、拡大縮小でキーボードの Q、W、E、R が切り替えのショートカットになっています。移動モードで Alt キーを押しながら複製しスプライトを3つにしたら1つの X のスケールを10にして地面用とします。右上の白スプライトを選んでスプライトカラーを赤にします。左上の白スプライトを選んでスプライトカラーを青にします。移動したのが分かるようにするだけなので一旦この状態を足場ということにします。はじめまして。ようやくキャラクターを動かしていきたいと思います。まずキャラクターのブループリントだけで簡易的にジャンプをさせてみようと思います。 BP プレイヤー 2D をダブルクリックで開きイベントグラフのタブであることを確認します。この動画シリーズでは初めてのブループリントになるので最低限知っておいた方が良い点だけ説明すると、基本的なブループリントの処理はイベントグラフで行います。イベントグラフ以外の処理はその都度説明します。イベントグラフ内での操作は左クリックで選択、左クリックのドラッグで範囲選択、右クリックのドラッグで画面の位置の調整ができます。マウススクロールでズームインズームアウト。ブループリントのノードを出す際は右クリックから検索をするのが基本になります。右クリック以外にノードの三角っぽい白ピンを左クリックでドラッグすることでノードの選択ができるのと、ノードの丸いピンから左クリックでドラッグするとそのピンに関連するノードだけが表示されます。ショートカットなどもありますが実践として簡易的にジャンプする処理を組みながら慣れていきましょう。到着。イベントグラフの下の方の何もないスペースで右クリックから検索欄でアットマークを打ってキーボードイベントを用意します。アット入力を選択した状態で詳細欄のキーボードマークをクリックしてスペースバーを押すとスペースバーのキー入力が設定されます。スペースバーのプレスドから右に左クリックからドラッグ、検索欄でジャンプと検索、ジャンプノードをつなぎます。プレイをしてスペースを押してみると簡易的にですがジャンプをします。こういう簡単な方法もありますが複数の入力への対応の際に処理が煩雑になるため直接入力処理をブループリント上に置く行為は行儀が悪い処理になります。デバッグ等でとにかく動くか確認する際などにはこういう確認の方法もあるということは知っておいた方が良いと思います。簡易的なインプット処理の説明が済んだのでこのノードは消します。確認。次にプロジェクト設定のインプットの確認をします。左上メニュー編集からプロジェクト設定を選択、エンジンインプットを選択。この中に UE5.0 まではアクションマッピング、軸マッピングを追加していくのが基本でしたが UE5.1 以降はエンハンスドインプットを使うよう促されるようになりました。古いデータからコンバートしたプロジェクトなどはこの辺りに何か入っていないか確認をした方がいい部分です。従来通りのアクションマッピング、軸マッピングを使ってはいけないわけではないので使うことは可能ですがこのプロジェクトではエンハンスドインプットで入力処理を組んでいきたいと思います。 UE5.1 ではエンハンスドインプットプラグインは最初からオンになっていますが一応の確認としてプラグインが有効か確認します。左上メニュー編集からプラグインを選択、エンハンスドと検索して
エンハンスドインプットにチェックがあるのを確認します。確認ができたらプラグインを閉じます。準備。ここからエンハンスドインプットを使用する準備をします。2D アクションフォルダー内で右クリックから新規フォルダ、名前をインプットにします。インプットをダブルクリックで開いて右クリックから新規フォルダ、名前をアクションズにします。アクションズをダブルクリックで開き、フォルダ内で右クリックから入力アクションを選択、名前を IA_JUMP とします。次にアクションズフォルダーの一つ上の階層のインプットフォルダーの中で右クリック、入力マッピングコンテキストを選択、名前を IMC_2D アクションにします。IMC2D アクションをダブルクリックで開いてマップ図のプラスを押して IA_JUMP を指定します。キーボードアイコンをマウスでクリックした後、キーボードのスペースバーを押してキーを設定します。スペースバーのジャンプだけであればこれだけでいいですが、ゲームパッドがつながっている場合はもう一つプラスボタンを押して入力を増やした後、キーボードアイコンをクリックしゲームパッドの A ボタンを押すとゲームパッドのボタン設定ができます。 Xbox 系統のゲームパッドであれば Windows につなげるだけでアンリアルエンジン上で認識します。ゲームパッドは説明用で出しただけなので一旦ゴミ箱ボタンで消します。ここまでできたら保存して閉じます。宣言。アクションとコンテキストの2つが用意できたらブループリンツフォルダーの中の BP プレイヤー 2D をダブルクリックで開きます。イベントグラフを開き、一番上の Begin プレイ以外は使わないので選択してデリートキーで消します。残したイベント Begin プレイはこのキャラクターがレベル上に発生した時に一度呼ばれるイベントで、ここにエンハンスドインプットを使用する宣言をします。ここの処理は UE5.1 の公式のテンプレートの処理をトレースする形で用意します。コピペで持ってこれますが、ブループリントになれるために一から組んでみます。右クリックから Get コントローラーと検索をし Get コントローラーを選びます。 Get コントローラーの青ピンから右にドラッグしてキャストプレイヤーと検索をかけキャストトゥプレイヤーコントローラーを選びます。キャストトゥプレイヤーコントローラーの青ピンから右にドラッグし ENH と検索をかけエンハンスドインプットローカルプレイヤーサブシステムを選択します。作ったサブシステムノードの青ピンから右上にドラッグしてイズバリドと検索をかけハテナがついている方を選択します。キャストの上のピンからイズバリドにつなげます。サブシステムノードの青ピンから右にドラッグしてアド M と検索をかけアドマッピングコンテキストを選択します。アドマッピングコンテキストノードのマッピングコンテキストに IMC2D アクションをセットします。イズバリドのピンとつなげます。公式のテンプレートのように整理する場合、サブシステムの右の青い線をダブルクリックで線の位置が調整できます。高さが合わないのが気になる場合は高さを揃えたい2つの要素を選んでキーボードの Q で高さを揃えられます。あとはイベント Begin プレイにつなげればこのキャラクターでエンハンスドインプットを使うという宣言ができました。Begin プレイでプレイヤーが発生した際にプレイヤーコントローラーが存在するかという確認分岐ノードの後にエンハンスドインプットが有効なのかという確認分岐、コントローラーとエンハンスドインプットが有効であればマッピングコンテキストをセットするという一連の処理になります。この一連の処理をキーボードの C を押してコメントを残します。アドインプットマッピングとします。公式のサンプルプロジェクトのスタックオーボットなどではイベント Begin プレイの代わりにイベントポゼスドにつなげて使っていたりもするので、こういう組み方もあるようです。Begin プレイはアクターの発生時に一度、ポゼスドは操作権限が付与された時に一度実行されるイベントになります。またサードパーソンテンプレートとは違い、隠
確実に自分でエンハンスドインプットをオンにしているプロジェクトなので、有効かどうかの確認は不要という判断になっているようです。テンプレートはプラグインがオフのプロジェクトに読み込まれた際を考慮した処理になっています。この工程だけ見るとプロジェクト設定のインプットより面倒な印象がありますが、 UE5.1 ではこの構成が基本になります。少し先のバージョンではここの処理は右の詳細欄で設定するだけになるかもという気がします。初心者には少し面倒な処理ですが、これがないとエンハンスドインプットが機能しないということと、公式のテンプレートで Ctrl+C を押してコピーして Ctrl+V で自分のプロジェクトに持ってこれるということだけ覚えておくと良いと思います。ジャンプ。エンハンスドインプットの宣言が組めたのでジャンプをさせていきたいと思います。右クリックから IA アンダーバーと検索、 IA ジャンプを選択、スターテッドのピンから右にドラッグ、ジャンプと検索をかけジャンプノードをつなげます。プレイを押してジャンプができるか確認します。地面から離れたり近づいたりしていれば一応ジャンプしています。なおスターテッドは押した時に一度イベントが発生するピンで、トリガードの方につなげると押している間イベントが発生し続けます。ここでの操作としてコントロールを押しながらピンをドラッグすると線のつなぎ替えができるのと、オルトを押しながら線をクリックすると線が消せます。あとは現状なくてもいい要素ですが、一応コンプリーテッドからジャンプと検索をかけストップジャンピングを追加して少しお行儀よくしておきます。コンパイル保存します。左右。ここからはエンハンスドインプットで左右移動をする工程を解説します。コンテンツブラウザのインプットフォルダーの中のアクションズの中に右クリックから入力アクションを選択します。名前を IA アンダーバームーブライトとします。ジャンプのようにボタンを押すだけの場合は特に設定はしませんでしたが、ゲームパッドのスティックを使うような場合は少し変更する点があります。 IA ムーブライトをダブルクリックで開いてバリュータイプをアクシズ 1D フロートにします。ジャンプボタンのように押すだけのようなものはデジタルルール、ゲームパッドのスティックの横軸や縦軸の値が必要なものはアクシズ 1D フロート、 3D のゲームなどで360度移動するような場合はアクシズ 2D ベクター 2D、2D ゲームでもアクシズ 2D を使って縦横無尽に移動しても良いのですが、少し触った印象では 2D の場合は縦と横は分けた方が扱いやすい場面が多い印象がありました。アクシズ 3D ベクターは VR などで 3D 空間上のコントローラー用というカテゴリー分けになっているようです。トリガーズやモディファイアーズを追加することで複雑な入力設定も可能ですが、今のところバリュータイプの設定だけで良いです。保存して閉じます。インプットフォルダの中の IMC2D アクションをダブルクリックで開いてマッピングスのプラスから追加してIA ムーブライトをセットします。キーを2つ用意して上に A 下に D をセットします。この場合 D の方は押したら1の値が発生するので特に変更の必要がなく、 A の方は押したらマイナスという設定にしたいのでモディファイアーズのプラスをクリックしてインデックス0にネゲートを当てます。ネゲートは反転した値になる設定です。一旦この状態で保存して閉じます。移動。ブループリンツフォルダの BP プレイヤー 2D をダブルクリックで開き、イベントグラフ上で右クリックから IA アンダーバーと検索して IA ムーブライトを選択します。アクションバリューから右にドラッグして AddM と検索をしAdd ムーブメントインプットを選びます。ワールドダイレクションの X の値を 1.0 にします。トリガードとAdd ムーブメントインプットをつなげます。プレイボタンを押して挙動を確認します。 A と D を押して左右に動いていればここまで完璧です。左右に動いてジャンプするだけであればこの構成で
キャラクターが動かせます。ドリフト。基本構成が組めたので細かい機能も少し触れたいと思います。 IMC2D アクションを開いて、ゲームパッドがつながっている人は IA ムーブライトのプラスから追加して、キーボードアイコンをクリック、ゲームパッドのスティックを横に倒して X 軸を追加します。ここで少し取り上げたいのが、モディファイアーズの追加からデッドゾーンが指定できるのがゲームパッド操作をする場合での割と重要な点だと思います。このあたり公式のサードパーソンテンプレートでは追加でスカラーが入っていて、スカラーに50の値が設定されています。50倍だとゆっくり歩くとかがしにくい状態だと思うので、数値を自分好みに設定するとゲームパッドでの操作感が良くなると思います。このあたりゲームの手触り感にこだわるときには大きな力を発揮する機能なので、 UE5.1 以降はエンハンスドインプットを活用していきましょう。あとは動きに合わせて画像を切り替える処理をいくつか組めば 2D アクションのベースは完成します。次の動画では左右の移動時にキャラクターが反転する処理を組んでいきたいと思います。動いた。